我流です。今日はサビキを自作してみたいと思います。サビキを自作するなんて、どれだけ暇人なんだよ。確かに、無理してちまちま自作しなくても100均で売ってますしね。でも、ちょっと待ってください。自分の場合は、ただのサビキやジグサビキを作りたいわけではありません。必要な時に、必要なサイズで、必要な場所に、今使っているルアーを外すことなく、簡単に枝数だけを足せるサビキ。慣れてしまえば、移動中の揺れる船上でも、思い立った瞬間に付け足せるようになります。この便利さ、体験したら手放せませんし、超過も確実にアップします。しかも、自作といっても難しくありません。材料も道具も、ほとんど100均で揃いますし、家にあるものでも十分なんです。例えば梱包材、リシメ紐をワイヤーブラシでほぐしたもの、リボンを裂いたもの、シリコンチューブ、付け毛やウィッグ、さらには飼い猫の抜け毛まで。ありとあらゆる気になるものを針に巻きつければ良いだけです。そんなことで魚が釣れるのかよ。はい。実際に全部、魚が釣れました。意外なものを針に巻いた、それで魚が釣れちゃう。これが最高に楽しいんですよ。そんな感じで、手軽で自由なサビキ。今日は、その中でもよく釣れる、このエビっぽいやつを作ってみようと思います。サビキ作りは、実はフライ、毛針作りと共通する部分が多いんです。だから、毛針作り用の道具が手元にあれば、効率よく、簡単に、しかも綺麗に仕上げることができます。その中でも、特にあると便利なのが、タイリングバイスとボビンホルダーです。タイリングバイスは、針をしっかり固定してくれるので、両手を自由に使えて作業が格段にしやすくなります。ボビンホルダーは、糸をピンと張りながら巻けるので、仕上がりの美しさや耐久性がアップします。これらの道具は買うと高価ですが、実は100均の商品を改造すれば、ほぼ同じ性能の道具を作ることができます。ボビンホルダーの作り方は以前このチャンネルで紹介しました。概要欄に動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてくださいね。タイイングバイスは少しアップデートされていますので、ここで簡単にご紹介します。材料は洗濯バサミ型クランプ。これに先曲がりラジオペンチを組み合わせます。さらに固定に必要な結束バンド、この3つはすべて100均で揃います。もちろん、市販されているタイイング専用のバイスに比べると、機能面では劣ります。ただ、それでも十分に使えるクオリティですし、何より手軽に作れるのが大きな魅力です。では、早速作っていきます。まずはこの青い部分、簡単に取れますので外してください。続いてここら辺に、結束バンドが通るサイズの穴を開けます。両サイド開けてくださいね。続いて、開けた穴と青い部品を外した後にできた四角い穴に、このように結束バンドを通します。そこで軽く結束しましょう。反対側も同じように結束バンドのループを作ります。できたループをこのように内側にずらし、ここにペンチの柄の部分を差し込むわけですが、100均とはいえ、クランプはパワーがあるので、簡単な作業のように思えて結構大変です。そこで、結束バンドをもう1本、もともと開いているグリップエンドの穴に通し、思いっきり結束してあげると作業がしやすいです。止める場所の目安はだいたいここら辺です。ペンチのグリップの空間幅が最も広い部分が良いと思います。場所が決まったら、結束。そして、ヒゲをカット。仮止めしたグリップエンドのバンドもカット。最後に、挟む部分のギザギザで針を傷めないように、平ら刃用シリコンチューブを差し込みます。これで、なんちゃってタイリングバイスの完成です。なんちゃってですが、しっかり針をホールドしてくれるので、あると便利ですよ。おすすめです。前置きが長くなりましたが、いよいよ本題のサビキ作りに入っていきましょう。まずはフックについてです。これはお好みのものを使っていただいて構いませんが、ターゲットに合わせたサイズや形状を選ぶとより効果的です。今回使用するのは小型ですが平打ちの太軸フックです。少し特殊な落とし込みの要素を加えたサビキを作ろうと思います。
小さめの魚がかかったら、そのまま泳がせて大きな魚を狙う。あわよくば、わらしべ長者的な釣りを目論む欲深い魂胆がこもった針ですね。エダスに使うラインの素材や太さも自由だと思います。今回はフロロの5号を使用しますね。これを約15センチの長さでカット。針のすっぽ抜けを防ぐために焼きこぶを作っておきましょう。この一手間で強度が大きくアップします。巻き付けに使用する糸はこちら。古くなった PE ラインを再利用します。これをミシン糸のボビンに巻き付け、先ほど紹介した自作のボビンホルダーにセットしました。ちなみに、今回使用している PE ラインの太さは 0.8 号です。まずは、なんちゃってタイリングバイスにフックを仰向けにセットします。そして下巻き。針とエダスはもちろん結びでも良いのですが、太いラインに小さな針は結びが甘いとすっぽ抜けることがあるので、今回はタイイングで結束しますね。先ほど焼き玉をつけたラインを地元にしっかり乗せて巻き留めるのですが、ここでなんちゃってバイスの弱点、挟む位置の低さのせいでエダスがバイスに巻きついてしまう問題が起きます。ここは逆転の発想でバイス自体を持ち上げ、糸を長めに出して巻きやすいポジションでこのように巻けばノンストレスで巻けます。ここで一度糸を固定します。ハーフヒッチ、ハーフヒッチ、エンドノット、しっかりとラインが地元の耳の部分に乗っていることを確認してくださいね。ここにラインが乗っていないとフッキング性能が著しく低下します。ここで一度フックを外し、今度はフックをうつ伏せにセット。エビの足の部分、ティンセルを巻きつけます。ティンセルも様々でいろいろな種類がありますが、今回はセリアのティンセルを使ってみますね。使用するのは束の中の1本で OK です。これを2つ折り、4つ折りにしてシャンクに乗せ、真ん中部分で何度か巻きつけ、さらにもう一折り、しっかりと巻きます。ループをハサミでカット。これで足と触覚の部位ができました。あとは胴体の部分を巻きつけてしまえば完成なのですが、この素材ちょっと怪しげで良いと思いませんか？これは包装紙のコーナーにあったオーロラペーパーという商品。ペライチではこのような雰囲気ですが、これはおそらくダイソー最強マテリアルオーロラクッションを裁断する前の状態ではないかと思います。細かく裁断したオーロラクッションは乱反射してキラキラとしたアピール効果を発揮します。一方でこのようなペーパー状のままだとぬめっとした独特の怪しげなアピールになりますね。このぬめっとした感じも確かに魅力的ですが、今回はオーロラクッションのような細かく多彩な反射で魚を引きつけるマテリアルにしようと思います。どうやるか、こうします。これならわずかな光の変化でも様々な表情を見せてくれそうですよね。魚はどう思うかわかりませんが、人間の私はかなり興奮しますね。これをサビキの胴体の形にカットします。もちろん私はエビをイメージして切りました。この辺りはご自由に楽しんでください。それではこれをシャンクに乗せて巻いていきます。
ちなみにここは尻尾をイメージしているので、血元が隠れるように少しずらしてセットしますね。ハーフヒッチ。エンドノット。これでタイイングは完了。念のため瞬間接着剤のサラサラタイプをさらっと塗っておきます。あとは触覚と足をイメージして適当な長さにカット。なかなかのイルミネーション。サビキのサイズ関係なくよく釣れるので、海中でも良いアピールをしているのだと思います。なんとなくエビに見えるでしょう。ほら、尻尾もキュートです。最後の締めくくり、エダスの端っこを8の字で結びコブを作っておきます。そしてウレタンマットなどに刺して保存。この状態からルアーを外すことなくリーダーにエダスを装着する方法をご紹介しましょう。狭い場所で説明するので、こちらをロッド側、これにルアーが結束された状態という想定でお願いしますね。まずはリーダーにルアーが通るような大きな輪を作ります。そこにルアーを通して一結びハーフヒッチを作ります。輪をこのくらいの大きさにしたら、エダスを出す場所にその結び目を移動。先ほど作ったサビキのエダスをその輪の中に入れ、リーダーを一旦縛ります。結び目が引っかかるところまでエダスを引き、まずは道糸側にサビキを2回くぐらせます。エンドノットですね。サビキと道糸側を持って締め込みます。同じ要領で先糸側に2回サビキを通し、今度は先糸とサビキを持って締め込む。これでルアーをつないだまま思った場所にサビキを付け足すことができました。私は過去どうしようもない最悪の状態からこのサビキで起死回生のマダイを釣ったことがあります。もしかしたらあなたの救世主になるかもしれません。引き出しの一つとして使ってもらえれば最高です。ではまた。